ちょっとピアノ弾いてくんないなんて言った時に、もしあれだったら前もって言ってくださいねマインドを変えないとねオルガンからスイッチするのにちょっと時間かかるんですよなんて聞いた。あれはどういうことだったんですかね。あれはそれすごい面白いと思うんだけどねピアノとねオルガンの人とその違いなんかあると思うし、オルガンってね左手でベース弾いてるんですよ、はいはいはい。でピアノってこれをこっちに持っていってこう2つでさ、はいはい、ハーモニー作るからでベースはここにおるもんな。そういるから、だから全く違うアンサンブルで、それとやっぱり鍵盤の重さが違うから、タッチもね音が出るポイントが違うんですよ。でそれと、私の場合そのベースプレイヤーと一緒にやった時はオルガンで弾くよりももっとレードバックして弾く。なるほどね。でやっぱちょっとなんか脳みそこう半分ぐらいねちょこを入れ替えないとなるほどっていう感じ。今でももうピアノ弾くことってほとんどないでしょ。ない。まあもう電話かかってきたらみんなオルガンとしてもうね連絡が来たらそう。なるほど。ニューヨークに来た時は本当にどっちでも決めてなくて、でグラディさんがローランド・ハナさんに頼んでくれて、私クイーンズカレッジにレッスン受けに行ってたんですよ。ローランド・ハナ。そうもうだからローランド先生その頃も多分調子悪かったと思うんですけど、もう何回ぐらい受けたんですか。5回ぐらい。えらい勉強になったでしょ。で中井千恵美ちゃんがね、ローランド先生に習っててんけど、私のために20分時間空けてくれはった。で私の前がだから私たちの前がジェブ・パットンだった。ジェブ・パットンでねローランド先生のレッスンってすごい面白くて、だいたいバッハのインベンションって12キーなんですけど、それと同じキーの曲をやるんです。でインベンションの4番と8番も絶対丸暗記しないといけなくて、それでやっていってて、あとちょっとショパンとかも弾いてんけど、もうなんせ前にジェブがいるし、これは無理やな。もうすごいジェブとかめっちゃすごい、すでにめっちゃすごかったんですよ。ソロピアノうわーって弾いて、もうでまあ行ってたんですけど、その傍らなんかショーマンズに飛び入りして、一緒に行ったズッキンが、ズッキンってアルトさんのズッキンがつるりんこの街ってなベースプレイヤーが慢性的におらへんからオルガンチャンスかもしれへんで。なるほどね。って言われて、あ、そうかも。それでクラシックもクラシックはそのねピアノを勉強してローランド・ハナさんレッスンを受けてね、でこうやってて、でだんだんもうオルガンが結構もうオルガンの方がもう8割とかになってきた頃、結局そのあれどっちに合うんですか。ロニーさんに合うのかルーさんに合うどっち。最初は、1996年に来た時に、ヴァンガードに見に行ったんですよ。その時福さんルーさんバンドやってて、私のことで福さんが紹介してくれて、そしたらドクターがヤマハハモンドって聞いて、ヤマハって言ったら、なんかちょっとこっちにおいでって言って、杖ついて、でなんか私手持たされて、私の杖ついて片方の手は私の手を持ってステージに連れて行かれて、最後なんか日曜日終わった後一緒に弾いたんですよ。あ、そう。その時ってそのルーさんも吹いてる時にじゃなくて終わってから。アフターアワーズで。それがヴァンガードデビューですわ。なるほど、デビューですね。一応ステージで弾いたわけですから。いや一本やられた。なるほど。それがデビュー1996年。はい。もしかしたら7年やったかもしれない。そのぐらいですね。
でそれは僕がルーさんとやってた時。やってたやってた。ああ。でなんか私ピーターかなと思ってんけど、うん。その時ランディ・ジョンソンやった。もうランディ・ジョンソンになってた。あじゃああ。 97年かな。うん。あ、違う、でもやっぱり96年だ。ああ、そうだ。じゃあもう入ったばっかりの頃かな。うん。そうですか。それでまあね、こっちでもうだんだんこうね、いろんな人に知られて、今はねもう本当に引っ張りだこの、敦賀明子さんですけど、まあ、それからなんとその時、まあ、ビレッジヴァンガードで初ねステージだったんですけど、その後ルーさんのバンドに入ることになるわけですからね。ルーさんのバンドに初めて入ったのはあれ何年でしたっ2006年。け？2006年。2006年の夏の、うん。ジャズモビール、あルーズベルトアイランドの。あ、ルーズベだ。それが最初の仕事？そう。ええ。この時じゃあ何、赤いノード持ってった？持ってった。ああ、ルーズベルトアイランドね、やったね、そういえばね。で、そのちょっと前に、うんルーさんがいきなりショーマンズに来たんですよ。うん。で、バーの一番前にこう座って。それはあなたがショーマンでやってる時、やってる自分のバンドかなんかね、誰かのバンド？ニール・スミスのドラム。ああ、ニール・スミス、懐かしいな。ニール・スミスと、アンジュル・ビルズと3人。アンドルビル、あ、はい、アンドルビル、アルトサキソン。はい、ジャック・マクダフとやってた。マクダフとやってたね。はいはい。ルーさんこうやって来て。でまあ、I like you, I like you って感じで。Yeah, you came in here by myself, and you're better than most of the guy around here. Oh, good, good. でその時もバッキングに問題あるけど、僕が教えたるって言うてた。ルーさんがやっぱりここでもバッキングか。ああ、なるほど。ああ、そういうバッキングが出てくるわけだ。そう何弾いていいか分かんなかったほんまに。なんか合いの手とか言うけど、合いの手って言ってもほらなんていうの、同じリズムに乗ってないと、なんか私その時思うのが、やっぱりなんか自分だけ一人止まってて、いきなりハッていこうとしてる感じで、なんかほら同じリズムで、なんていうの、流れに乗ってリズムに乗ってそこでパッて入れたりするんやったらあれやねんけど、なんかこうどうしようと思った時点でそこで流れが止まってしまうから、それはめっちゃ吹きにくいと思いますよ。だからこうちゃんと自分がこのリズムやなパターンシンコペーション入れようとしてても、その中に全体的に入ってなかったら乗ったおかずが入らへんもんな、バッキングはな。それはまあ時間かかるよな。まあ僕らのその左手と同じやん。シンバルレガートやりながらな、左手とベイドラのコンペっていうか、それも時間かかる。なんか私がもっとあっけらかんとしてて、なんか間違えたすいませんって言えるような性格やったら、多分みんなもっと明るく接してくれてたと思うんだけど、なんかできへんしどないしようと思って、そんな焦りながらやってたから、そうか。そんなんやったらなんて言っていいか分からへんやん。まあ確かにバッキングはね本当に難しいし、今でもまあバッキングの入れ方はいろんなパターンがあってね、自分だけの世界で入れてる人もいやはるもんな。ちょっとどうかなともちょっともうなんかそういう人もいれば、まあウィントン・ケリーとかレッドガールドみたいに本当に持ちすぎじゃないけどさ、もうパッと吹いたらそこにカーンと入る、そのタイミングとあと音色のイントネーション、その素晴らしさっていうのはね、もう本当にもう今でもね感動ね、今でも聞くとさすごいなと思うよね。その一人でやるっていうのでね、なんかルーさんバンドでウイスキードリンキングブーム、なんか最初のイントロの時にちょっとチャーチみたいにあーって弾いて、ちょっと一人でエッツに入ってたら「ノーチャーチ!」言われた。言われた。「We play jazz! No jazz! ローゴスペルだって。ノートレモロ!」って言われた。あ、そうだな。なるほどね。そうかそうか。なんかやっぱ難しかった。特にルーさんのバックは難しい。でもね、僕はあなたがルーさんのとこ来た時ね、初めて入るようになって、それで
まあ最初ほらもう苦労してたと思うよ、いろんだけどね、なんつうのかな、こう馴染んでいくのがやっぱ早かったね。馴染んでいくのはいつの間にかもうルーさんのそのバンドに溶け込んで、もうルーさんのバンドにはツルリンがいないとダメなくらいあっという間になった。でまあその時にそのねいろいろ問題があって、まあそれはこう喋ってええのかどうかわからんけどまあそんなのがあったりしてねまあそれもまあ一つのねまあでもそういうね今思えばね、それもいい思い出よ。そうよ。いや私はねあれめっちゃ学びましたよ。何を学んだかって言ったら、いやもし今やったらなんか適当にもう手のひらで転がすじゃないけど、でもあの時も尖ってたから。いや尖ってた、もうほんまに尖ってた。こんなこと言うたらもう絶対嫌われるで、もう絶対あかんねっていうのもう平気で言うからねなんか私のバッキングが、バッキングのバッキングで弾いてるのが、ね、なんかあったねなんか鶏の首を絞めるようなバッキングにかかってって言ったからね、じゃあもう一回はあかへんって言って、子供みたいな喧嘩ドクター・ローニーにケチって言ったりいつどんな時にそんなに何やったっけあれ。ロニーさん、いやでもロニーさんはね、まあジョージ・ベンソンからよく聞いたけどね、仕事終わって必ず食べに行くんだって。でまあその時はめいめいでちゃんと払ってるらしいんでね、払わなくちゃなんだ。でねみんなそのわーってでちょっとかなりもう食べ終わったらロニーさんトイレ行くふりするんだって。で行くふりしてスーッと行って戻ってこないんだってもうほんでと思ったらもう部屋から出ちゃってどっか行ってて、で次の日ブレックファーストで「へいはいどうや」こうやって来て、でジョージが昨日のジョージ・ベンソンがね「What happened? 何?」なんて言ったら「What happened? I thought the promoter pay everything」とかさ平気で言う。それがロニーさんだけど、僕はねロニーさんのツアートリオでよく行ってたじゃない、ピーラー・バンスティーブよくあちこちね、まあギター時々変わったけど、あれはねロニーさんはバンドリーダーになるとねすごいフェアメンになって、もうそんなケチでもなかったでロニーちょっと寿司が食べたいんだよ、オッケー分かったって言ったら、プロモーターに寿司が食べたいって言ったらね、ほんと寿司持ってくる。でルーさんはマクダーナルドってマクダーナルドなんつったら俺たちいやビッグマックになっちゃうんだから、あれはちょっとね、はい。そのあきこさんがロニーさんあれ何やったっけ、何やったっけな、思わずケチって言ってほな福ちゃんがね言うたらそれは怒るやろって言って、あそっかと思ってほんで私もちょっと言い過ぎたなと思ってたんやけど口聞いてくれへんし、ああそうなの、口聞いてくれなかったしばらく、そう口しばらく口聞いてくれなくてほんならなんかの時に違う石川雅美さんとかその頃仲良くて、雅美さんとロニー・ガスペリーニがなんか、なんとか私たち2人をまた合わせようとねしたんですよ。戻そうとしちゃった。そうほんでなんか気まずいなと思ったらいきなりねもう手握ってきてねなんか「How you doing?」とかって言ってそれロニーさんの手やな。もうほんまにもうなんかわざと杖を落として私に拾わせたり、拾わせたりそうやねんそうやねん。面白い。まあなあの人の独特のそういうキャラクターがあるねん。まあね、まあだけどなあオルガンのロニーさんはやっぱりすごいもんな。すごいよ。なあやっぱり本当に面白い話があってね、まだその頃ロニーさんまだニューヨークに来てない、まだフロリダばっかりで、その後ニューヨークに家を借り始めたんですけど、なんかその頃ねショーマンズで弾いてたら、まずグラディテートが、なんかアキコの左手のベースの感じが他の人と違うって言い出したんで、私なんかいろんな人にまた聞いて、セリーノに聞いて、いやなんか違うねんけど説明できへん、でサム・イハルに次レッスン受けたんですよ、そしたら
いや僕君みたいにストロングにベース弾きたいって言われてあ逆に逆にサムが多分なんかハーモニーのことやったら教えてあげれるけど、ベースがどうとかっていうのはあんまり僕には教えられんと。って言われて、おでその時にドクターがツアーで来て、だから私も毎日店の前で待ってたんです。待ち伏せして入れてもらって、もうこうやって見ててね、ほんならある日映画行かへんって言われて、オッケーってロンリーさん誘われた。誘われて、でハーレムのマジック・ジョンソンシアターに行ってなんか映画見て、ドクター映画めっちゃ好き。そんなの。ほんならオルガン一緒に弾こうって言って、でショーマンズに行くんかなと思ったら、120だから6丁目のね、だからビル・クリントンのオフィスがあったフェデラルビルディングの前になんかブラウンストーンがあって、そこのブラウンストーンのね、窓を杖でポンポンポンって叩いて、ほんなら中から可愛い男の子が「ヘイドクターカモニー!」って言って、ほんならパッと入ったらドクターの B3 があって、そこのとこ置いてあるの。はあ。ほんでそこで2人でこう弾いた。で最初私が右手弾いたんかな、まあ弾いてみっていうか、弾いてたらドクターが左手弾いてくれて、全然違うねんね。で次私が左手弾いてドクター右手弾いたら全然違うねん。それがレッスン。はあ。同じ自分が弾いた後その人が弾いて全然音が違うなんてマジックだよな。そうやね。それはどう違うっていうか、結果的に後で分かりました。その違いは何かって、一個じゃないと思いますけど答えは。でもこう違うと感じたのは何やったかみたいな。リズム。そうか。タッチ。まあ全てやな。全てイントネーション。まあリズムまあ乗り方な、タッチな。でその時にね、どうやって左手弾いていいかわからないから、なんかボソボソボソとしたら、ヒットなと思って、もうタッチもうだから左手でビートを作れって。なるほど。もうって言われたってできへんねんけど。まあほらな、口で言われたってなかなかできへん。いやっていうかね、もう発想自体が全然違う。そうやねんな。そうやねん。だってそのね、一番最初にそのルードナルドソンカルテットを、バンガードで見た時に、サーフィックスさんもすごかったけど、ドクターがね、ほんまもうなんかオルガンが魔法の箱でこうやって次になんか手品がいっぱい出てくるみたいで、なんか上の鍵盤でベース弾いたり、なんかとにかくすごくて、もうこりゃ3回死んでも無理やわと思って、っていうぐらいなんか僕もその感じるのはね、ロニーさんのあれはね、なんかもうオルガンを知り尽くしてるよね。この隅から隅までもうこんな音が出るんだよぐらい、もう音の作り方っていうかさ、知り尽くしてるよね。だからそれはちょっと今誰もまだできてないよね。できへん。もうあんな風に弾きたい。あとね、ピアニッシモからこれのねダイナミックスの出し方がね。